これよりシンポジウム終演の進め方を始めさせていただきます。小川さん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこれからシンポジウムを進めていきたいと思います。今日、モデレーターとして司会進行させていただきます小川と申します。僕は、今回の、誰も知らないアーティストのキュレーターの一人としても関わっていまして、今日終演の進め方というテーマでシンポジウムを進めていきたいと思います。山野と申します。よろしくお願いいたします。今日私は中身の方には関わりませんが、今回の展覧会とそして今日のトークに至るいきさつを簡単に述べさせていただきます。今回の、すごいややこしいタイトルをつけてしまった。これはもともとですね、私が、福岡で仕事をしておりまして、時代は随分遡るんです。1980年代に、アーティストネットワークという展覧会を企画しておりました。これはですね、どういう趣旨だったかと申しますと、当時地方都市同士っていうのはお互い何をやってるか全くわからないっていう時代がありまして、簡単に言うと行ってみないとわからないみたいな状況ですね。そういう時代で、それを、中央はの情報はみんなのところには来るけど、地方の同士の情報は行き来がないと。でそれを何とかできないかということで、始めました。でこれは私一人の当時アイデアではなくてですね、川俣忠というアーティストがおります。彼が割と地方に転々としながらプロジェクトをやるというスタイルを持ってまして、それともう一人ですね、当時北海道立近代美術館の正木元一という学芸員がおりまして、この2人がですね協力してくれていろんな地方を回るという作業をいたしました。でそれってですね、当時そういうやり方したんですが、私の監視、当時やったところもちょっとだから北海道とかですね、それから、九州、そして、東京でもね、周辺のエリアですね、東京以外の場所ですね、茨城とかそういう感じで、そういうところをですね、あまり情報が発信されていないところをピックアップしていくということをちょっとやらせていただきました。でこれ80年代の、私の活動だと90年代に至ってですね、福岡がですねちょっと一種のアジアの現代美術ブームを迎えます。で私の関心もちょっとアジアの方に向かったということがありました。でそれで、今回の話になるんですが、実はですね、当時ですね80年代はたまたま私があんまり行かなかった場所があって、それが東北地方だったんですね。でそれで、今回のキュレーションをお願いした小川君と2人でちょっと、コロナの期間ねあまり動けなかったということもあったので、ちょっと東北地方を回ってみようかということで2人でちょっとリサーチに、リサーチといってもねレンタカーを借りてね強行軍で回ってまいりました。はいそれで確かに行ってみなきゃわからないことがたくさんあったというの新しい発見たくさんあったんですけれど、で今回の展覧会はですね、私が80年代当時にやってたものを再開して、また地方都市のネットワークをやろうという気持ちと、これと90年代からスタートしたアジアとこの地方としたアジアをつなぐみたいなですね、そういう場所に横浜がなればいいなという、そういう構想のもとにこの展覧会は、作られております。はい、というふうに偉そうにお話ししてるんですが、中身はですね横に座っております小川君に全て丸投げをいたしました。アーティストの選考企画内容、それから今日の、シンポジウムについても私一切関与せず丸投げをさせていただいております。山野さんありがとうございました。じゃあ今日のシンポジウムは4名のゲストスピーカーをお招きしているというか、Zoom でお二方つないでいるんですけど、ちょっと短く一人一人ちょっとご紹介させていただきたいと思います。まず私の左手の NPO 法人アーツ秋田の事務局長を務めていらっしゃる三富さんです。はい、山形を拠点に活動されていて、今回の展覧会にも参加されている後藤拓郎さんです。インドネシアのバンドゥンを拠点にいろいろな活動をされているリサーチャー兼キュレーターのディアン・アルミンティアスさんです。
ハンター・ P ・ディアフィールドさんは、ハンターさんは今回リサーチャーとして小金町に滞在されていて、この横浜に住む、東南アジアの、移民について研究をされていて、その、研究の成果も今回の展覧会で発表されてもいます。今回のシンポジウムのタイトルとして終焉の進め方というタイトルを設けさせていただいているんですけど、終焉というのは中心に対する終焉という、終焉何かの終焉という意味の言葉だと思うんですけど、例えば今回は東アジア東南アジアの6都市、そして日本の東北エリア、そしてあと横浜小金町で活動しているアーティストがこの展覧会22組参加していて、それぞれ例えば東アジア東南アジアであれば、欧米に対するアジアっていうものであったりとか、あと東北、地方と東京に対して地方っていうものがあったりとか、横浜も東京に対しての横浜というか、そういう終焉っていう何かの中心があって、その中心ではないものの、進め方っていうふうに言ってるんですけど、そういった中心じゃないからこその、やり方であったりとか、そういう方法論とかそういった話を今日掘り下げて考えていければなと思っていますけど、みどみさんはちょっと言い忘れたんですけど、今回の東北の作家をリサーチするときにいろいろな情報をまずみどみさんからお聞きして、で実際に山本さんと私で東北を回ってたんですけど、そういった作家の紹介にも今回関わっていただいています。じゃあみどみさんよろしく。はい、改めまして NPO 法人アーツセンター秋田のみとみと申します。よろしくお願いいたします。小川さんから東北のアーティストのことを紹介してって言われて、1週間で東北6県を回るようなプランを提案してしまったことに非常に責任を感じております。私の方からはちょっと秋田で今どんなことをやっているかということと、テーマとしていただいた終焉対中心みたいなところにつながるようなお話を少しさせていただければと思います。はい、まず簡単に秋田のこと、ちょっと後半の話題につなげるためにかなりネガティブなところだけ拾ってきていますけれども、秋田県人口としては今92万人をちょうど切ってところで、私秋田に暮らして今5年になるんですけれども、毎年1万6,000人ずつぐらい人口が減っている状態です。で高齢化率も日本でトップクラスでして、今 39.3%、 これ22年後の2045年には 50% を超えると言われています。こういった人口減少とか高齢化に紐づいて、結構秋田県のワーストランキングとして挙げられるのが、ここにかなり全国でも殿堂入りクラスの非常に深刻な問題があるような、地域で今活動しているということをまず、ご紹介させていただきます。はい、そんな中で私 NPO 法人アーツセンター秋田というところで働いているんですけれども、私たちの事業として大きく2つの柱があります。1つ目が、秋田市が作った今年開学10年目になる秋田公立美術大学の社会連携事業のコーディネーション、もう一つが、こちら2021年にオープンしたんですが、秋田市が、作ったアートセンター秋田市文化創造館の指定管理の事業というものを回しています。でそれぞれどういうことをやっているかちょっと簡単にお話しすると、美術大学の社会連携というのは、端的に美術大学が持っているリソースをどう秋田という土地に生かしていくかというようなことで、事業をやっています。例えば、秋田県内のいろんな自治体さんとか企業さんと美大をつないでプロジェクトを起こす、競争事業であったりで、美術大学が、こんな成果を生んでますよっていうことを発信していくようなプロモーションの事業であったり、はたまた地域のいろんな資源と美大をどうつなぐことができるかっていう調査の事業っていうのを回しています。こういうことを回す中で何か新しい価値、今までになかったものを生み出せないかということを試みているという状況です。
例えばですね、空き家とか空き店舗とか空き地っていうのが非常に広がっている中で、そこをどのように使えるかっていう実証実験をしたりですとか、あとは、余っている廃材なんかを子どもの遊び場にデザインするような事業を作ったりですとか、あとは地域の人たちと一緒にアートプロジェクトを作っていくというようなことをやっています。で一方で、先ほどお話しした秋田市が作ったアートセンターの秋田市文化創造館というのはどういうことをやっているかというと、これは、より一般市民と言っていいのか、市民の方々を対象に、どうやってその町に関わって活動を起こしていくっていうことに興味を持ってもらうか、で実際にアクションを起こしてもらうようにするかっていったところを目的に活動してまして、何か新しい知識とか視点に合うような機会、トークイベントをやったりですとか、こんなことをやってみたいなというアイデアがあればそれが実現できるようなサポートをしたり、またまたアーティストの方と一緒に実験的な授業をしたりっていうことをやっています。で例えばですね、アーティストの方をお招きしてレジデンスプログラムを行ったりですとか、で市民の方と地元にいるようなアーティストをつないで一緒にプロジェクトを作ったりですとか、で何かやりたいなと思っている市民の方が、ちょっと小さく試してみれるような枠組みを用意したりですとかで、何かやってみる、DIY の精神を高めるようなアプローチを館内で見せたりっていうことをやっています。でこの大学の社会連携と秋田市文化創造館のそれぞれのアプローチの考え方として、秋田は先ほど社会課題がたくさんあるというふうにお見せしましたけれども、それ一個一個を解決していこうというような対処療法というよりも、それを超えてなんか今までになかった新しい価値を作っていくっていうことに向けてどう動けるかっていうことを日々考えているということがあります。で、端的にアートといった時の私たちのこのアートの捉え方としては、何かその豊かさを求めるもの、心の豊かさであったり経済的な豊かさであったり、そういったものを求めるというよりも、日々生き延びていくための手法としてアートを捉えているのかなと思っています。でそういう捉え方をする背景としては、冒頭かなりネガティブな情報をお見せしたように、あと50何年したら人口がゼロになるかもしれないっていうぐらい、街が消えてしまうかもしれない、それぐらいの切実さが日々目の前にあるっていったところから、こういうようなアプローチとかアートの絵の向き合い方があるのかなというふうに振り返っています。で今回シンポジウムにお声掛けいただいて、タイトルが終焉の進め方って聞いた時に実は結構ショックを受けたんです。というのは、まさか自分が終焉にいるとは夢秋田に暮らしていながら意識してなかったっていうことがあります。終焉っていう言葉を聞いた時に、イメージするのがやっぱり中心があって、その終焉にいる、私たちがやっていることって終焉って見られてるんだなって言ったことにハッとしたということがありました。もちろんその地理的にとか経済的にとか政治的に見れば、地方都市である秋田っていうのは東京とかに対しての終焉ではあると思うんですけれども、私たちが日々向き合っていることが果たしてどこかに中心を求めつつ終焉の活動としてやっているかというと、そういうわけでもないなというのをぼんやり思っているというところで、ちょっと私の発表をまず終わらせていただきます。ありがとうございました。後半のフリーディスカッションにつながる一つの問題提起もしていただけたような気がして、また次にまた後でいろいろお聞きしたいと思います。ディアンさんもさっきちょっと言い忘れたんですけど、今回のアジアの作家を選出するにあたって何人かご紹介していただいた方でもあります。じゃあディアンさん、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。小川さん、はじめまして、インデックスのディアンです。よろしくお願いいたします。First of all, I would like to express my deepest gratitude to Yamano-san, Ogawa-san, Natsuko-san, Taiho-san, Dan-san, and also Nomoto-san
and the rest of the KMC staff and everyone who is participating online and on site for this symposium, and for giving me the opportunity to, to share a little bit about our practice in Bandung in Indonesia. So the theme and the title of the symposium also made me evaluate my own practice and also index practice about what, periphery and the center mean. Does it mean that the most populous group with the more people always become the center, or does it mean that the center is having, an abundance of resources with, big, grand, and luxurious facilities, or is it ideological, or is it only geographical and regional matter? And also, if I may quote my colleague at Index, he would say that, is there even a center in our practice? Because for us at Index, we never see things in a hierarchical structure, but more on a, instead of vertical, but more horizontally, like instead of comparing as as differences, we just see it as diversity, as varieties. So as a context, in Bandung, the practices are mostly artwork oriented. Mostly they show exhibitions, and we have about 5 art school in Bandung, so many artists, and I think, if I'm not mistaken, only one curatorial and management program, or 1 or 2 programs in this 5 art school. So that's the context where Index is located. And in the beginning, Index was initiated as an archiving initiative with an independent nature, with no affiliation to any other institutions, whether it's art space or an academic institutions. And it was born in an ecosystem where many artists were practicing, and also many exhibitions were organized, because a lot of artists are living and working in Bandung. And since there are so many events, there is a lot of exhibition leaflets, brochures, catalogs that are kept by individuals, like artists who are visiting their friends' exhibition. They brought the publications, and then they kept it at home. But then eventually it's piling up, and it was not rare to find these documents being thrown away, because it's taking up too much space, and Index offered time and space to take care of the documents, the collections, and also to maintain them. So we started in the first year of pandemic, to be exact, on February 2020, and it's actually making it more possible for us to conduct programs that connected our networks that spread out outside of Indonesia, because of online programmings, and mostly our virtuals. So our practice and interest finally grew with the team members joining. In the beginning, it was only 3 of us, and then now we have 6 team members, and we started to have a more diverse program by the end of our 2nd year. So being situated in Bandung, where many art practitioners are artists, made us realize that there's a need for an exhibition format platform, and we saw this as a scalable expansion of our practice, of our initiative, which brought us to have 2 spaces now at the beginning of our 3rd year. So the 2 spaces are Index Library and also Index Project Space. So in this picture, on this slide, you can see on the left side is our first space in February 2020, where we held only one event, physical event, which was the image next to it. And the rest of the programs on that year was online. On this slide, in terms of programming, Index has 5 programming strands. The first one is library activation. The second one is film and moving image. The third one is residencies. The fourth one is experimental research and developments. And the last one is alternative curatorial methodologies. So we like to test out different approaches in creating programs. And for example, on the top left, it's Galeri Konter. We call the name of the showcase, the Black Showcase. It's a program to introduce artistic practice to a broader audience who are not coming from, art background, by creating this versatile, portable, and micro, like small size
exhibition space that can be placed anywhere, and it's like on the wall fence in front of our library. And our main audience for that project is actually our neighbors and the community who are living in our sub-district. Like if you can see on the image, there's like a long street going towards the other neighborhood. And by placing this kind of like familiar but also strange showcase, it actually created conversations between us as practitioners and also the local people who are living in that area. And on the top right image is the front door of our project space, where we hold events like exhibitions, screenings, and also where our resident artists stay. We have 4 rooms in that project space. And the bottom left is our screening event, and bottom right is another exhibition that we did in the beginning of this year. So working with a lot of artists made us think of the responsibility of art initiatives in growing and cultivating the local art ecosystem. And we decided to implement an incubational approach to our collaborating artists, which I will be mentioning about that on my later slide, meaning that, when we work with an artist, we usually want to expand their career, their artistic career by involving them in larger projects or wider art ecosystem through our network partners. So being situated and physically located in an alley that leads to a high density residential area puts us into conversation with the local residents through various encounters and programmings. One of our primary audience bases is actually the neighboring children around the library. And the children started to hang around when the lockdown was imposed by the government. So since 2021, we've been organizing different kinds of interventions and explorations around the Index Library, which include organizing workshops and also some free weekend courses, and developing public programs based on these children's preferred activities. And we invited other artists to take part as tutors as well. And for next year, our plan is to invite artists to submit proposals and extending their artistic practice into public programming. So my last slide would be about the strategy as an initiative. We call this format as alternative trajectories, because as an organization that have been working with artists quite a lot for the past 3 years, we acknowledge that there is a need for constructive ecosystem that promotes the growth of the practitioners. And the growth here can be understood as it can be skill improvements, career expansions, or learning opportunities or network building. And based on our observations, promoting growth is heavily tied to the ability to access information, make connections, and also gain experiences. So we try to establish a network circuit through alternative route to develop the participants or the artist careers through involvement in different projects for several editions. And as illustrated in the presentation on the scheme, we hope to establish the artist career by this scheme, like from a smaller scale to like a bigger scale after like maximum 3 takes. So yeah, that's all from me. Thank you so much for your attention. ディアンさんありがとうございました。では次は、後藤拓郎さんにお願いしたいと思います。こんにちは、後藤です。よろしくお願いします。この、写真からですけども、山形県、私が住んでいる山形県は、こういう、さっきの三富さんの、言ってくださった秋田の状況と、だいぶ近いものがあると思っていただいていいんですけども、人口もどんどん減っている中で、限界集落と呼ばれるような、高齢者の集落から、今度消滅集落っていうような形で、廃村化していく、村が消えていくみたいなことが、日常的に起こってまして、そういったものを私ちょっと、訪れて、絵を描いたりしているという、そういった写真です。
じゃあ次お願いします。Next, please. えーっと、あ、山形県山形市、私の自己紹介ですけど、山形県山形市で生まれて、同じ大学の、美術大学で油絵を学びまして、それからというか、生まれてからずっと基本的には山形県で、暮らして、制作活動もずっとそこでしておりました。この間、小金町に、滞在した4日間ぐらいが、かなり、関東圏に行った長い方だったりするぐらい、どっぷり東北で、アート活動をしてきたということになります。さっきのような、廃村の風景、廃屋の風景を描いたり、今、これ右に見えるのは雪囲いっていうので、ここら辺雪がものすごく降って、1、2メーター普通に積もるので、それで庭の木とかが折れないようにこうやって板でガードしてるんですけども、こういうのを描いたりしています。で、左は本当田舎のこの農村の、祭りの準備の絵だったり、右の方は、古代ギリシャのポーズをさせた日本人の姿を、山奥でポーズさせて、それを油絵にしたりという絵を描く作家です。大学を卒業してから上京して活動するっていうのが、多くの人はそうしていたり、とにかくインターネット状況もそんなに充実してなかったので、多くの人にそうするべきだと言われましたが、なかなか、足が向かず、結局田舎にこもって制作を続けることになりました。で、この、山奥のもともと学校だった場所を借りて、もう十数年間ここで制作活動を一人で、しておりました。で、みんな、私の友達とかがギャラリーで、展覧会をしたりする中で、そういった機会も得られなかったこともあるんですが、開き直ってその場所で自分が制作してきた作品をオープンスタジオで、ちょうどこの村祭りみたいな時に合わせて、数日だけ開催したりして、そういった形で発表活動をしていました。それで十数年経ったんですけども、ここの、山形市に芸術家とか建築家とかそういったクリエイターが集う、シェアアパートがありまして、三沢クラスというんですけども、そこの連中と付き合い出すようになって、仲間ができたっていうところからまた展開していきます。で、山形芸術界隈という、アーティスト集団で活動を始めまして、この写真はその一つの例ですが、先ほどの三沢クラスの車庫で、ギャラリーでもあり、おでん居酒屋でもあり、という、バラック上のこの段ボールハウスのような場所をちょっとゲリラ的に街で、やったりしてました。で、また別の時には、屋外で行われるおしゃれなマルシェがあって、で、そこで何かアート活動してくださいっていうオファーだったので、何かアートがマルシェのおしゃれな雰囲気に利用されるのは嫌だなと思ったので、こういった形で、段ボールで作った家に住み着きながらギャラリーをやるっていうような、そういったセットを作って、で、しかもその櫓を組んでその上で、メンバーが歌ってるというような、ちょっと謎なんですけども、こういったちょっと異物を、おしゃれマルシェに投入していくということもちょっと実践してました。他には東北の、岩手とか、別のエリアにも遠征して展覧会を行うということもしてきました。で、今のは、山形芸術界隈という、アートチームでの活動だったんですけども、ちょっとそれが、ちょっと、解散に近い状態になってまして、で、それで私は結婚して子供が生まれてっていうのを機に、定職に就くことになりまして、で、今、仕事をしている場所での、
仕事を紹介します。まあ、かなり人口の少ない2万5千ぐらいの人口の自治体で、一番左から、明治時代の、そのスライドで、はい。で、明治時代の、古民家、があるんですけども、その古民家の中で、少しこう現代作家の展示なんかもしています。この写真では、郷土の、仏古作家、まあ、郷土の人はみんな愛する、彫刻家がいまして、その彫刻家の作品と合わせて、まだ20代の、ダンサーの作家、アーティストと、ペインターのアーティストとを、まあ、身体性というテーマで組み合わせるということを、この古い、日本家屋で、展示しています。これも同じですけれども、映像を、これはまあ、アーティストインレジデンスも行いまして、東北の、芸術家を呼んできまして、今いる自治体のことを取材してもらって、それをもとに、作品を作ってもらったという事例です。で、その古民家というのが、もともと呉服屋さんだった場所なんですが、そのお店を、実際店として復活させるプロジェクトっていう中で、近所の金物屋さんの商品とか、いろんなものを集めながら、同時に、さっきのレジデンス作家のアートピースとか、私の絵画も売ってるんですけど、まあそういった芸術作品も一緒に売るっていうプロジェクトも、行っています。で、こういう仕事に対して、まあ町の人は決してその、喜んでたくさん人が来るっていうわけじゃなくて、本当に一部の人しか来なかったり、あるいはまあ、他の自治体から遊びに来るっていうことはあるんですけれども、やはりもうほとんど、60歳以上のご高齢の方ばかりの自治体なので、なかなかこう、アートの文化が根付いてるなっていう実感はないんですが、で、この写真は、その同じ長井市、今の職場から5分ぐらいのところにある、アーティストランスペースのコシャウの写真です。その、スペースで展覧会をしたり、あるいは、じゃあ次の写真。さっきの、呼んできたアーティストとか、僕たち、長井に住んでる若い、僕は、まあ、アーティストとか、そういった人たち、あるいは家族ぐるみで、もう子供たちも交えながらわちゃわちゃこう、過ごすっていう時間がたまにあったり、しています。右の写真は私の制作スペースです。で、最後まとめですけど、さっきの、終焉と中心っていう話はすごく、興味深くて、私はずっと、東京と東北っていうものをすごく、比較してみていたし、アートの中心地は明確に東京だというふうに思って過ごしてきました。一方で、この年になって改めて思いますのは、今のような仲間とか制作場所、あるいはまあ仕事っていうものが、あるいは家族ですよね。そういうものがうまく噛み合ってしまうと、この東北っていう場所が拠点としてすごくうまく回ってるっていう状態になるので、そうなった時に初めて何かこう、東京への出なきゃいけないとか、こっちは田舎者なんだみたいな気持ちっていうのが薄れていったっていう気持ちがあります。まあ、依然として東京や関東圏を中心だとは見ていますが、まあ、拠点っていうのは別に中心にある必要はないっていうふうに、思っております。以上です。今日はありがたい、素晴らしい機会をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました、お父さん。では、それでは最後、プレゼントしてハンターさんにお願いしたいと思います。僕はハンターです。よろしくお願いします。I'm from the US. I studied in Singapore. I've been living in Southeast Asia, traveling around, working on a project the past number of years, primarily Vietnam.
So I want to talk very briefly about my research in Southeast Asia, my methodologies, and then also what I've been doing here in Koganecho. I've only been here for about 4 or 5 weeks, so it's quite a short time. Thankfully, I'm going to stay until the end of the month. So I'm about halfway through, and the research is always going to continue. But before I even go in, I just really want to thank Yamano-san for inviting me, and also for the staff, Natsuko, Saijin, Rin, Haruka, Teiho, for all really supporting me during this time, and Luna, my translator, and then also all my friends here, the artists, and Ogawa-san, and my translator now, Namoto-san. So I've been traveling around the past couple years working on an informal archive of Southeast Asia contemporary artists. I've been traveling around Vietnam, Thailand, Myanmar, and Cambodia, and I've been having interviews with artists, studio visits, documenting their practice, and I've been trying especially to meet with artists from across disciplines, painters, photographers, sculptors, and I work through this method of peer-to-peer. So an artist will introduce me to their friend, I'll meet their friend, will introduce me to another friend, and I sort of go around and try to meet everybody. So when I meet with artists, I invite them to share whatever they want, and the whole project is inspired by a sense that there was a lack of archives showing work. It was difficult to get information about contemporary artists from Southeast Asia, and the existing archives and publications were often quite academic or faced a lot of censorship. And my inspiration initially was the surrealist journals that were coming out of Paris in the 30s and 40s, and I wanted to be working on something that was playful, conversational, experimental, and included a lot of different types of work. What I was finding is that actually artists that I was speaking to in Vietnam and Thailand and Myanmar and Cambodia were quite curious to learn about the other artists that I had been meeting, because in many ways these scenes are quite small and everybody knows each other, and in other ways actually people are quite disconnected and the art scenes are quite isolated, especially across boundaries and across countries. And so I realized the first sort of audience for my project or for my research was actually the artists themselves, and interested in introducing them to each other. And so when I started exploring publications and funding and things of this nature, I realized quickly that art publishing is a very expensive business, and even if I could publish in the West, I couldn't bring it into Southeast Asia because of censorship, and it would be too expensive for artists there to buy. But since this is my main audience, I started experimenting with a DIY publication series of booklets just using A4 paper that I've been printing out just in my travels in Thailand, in Vietnam, when I meet with artists and curators, but also working to partner with art spaces who can print up these booklets. It's just A4 paper, it's very cheap, and have them available at their art space. So a very decentralized, non-hierarchical way to have like a library of conversations that is expanding. And so what's super important to my method is just having these open conversations with no expectation about what comes out of it. Nothing needs to happen, see what emerges naturally, and building trust with artists, building rapport, coming back, visiting places many times, and being interested in sort of their history, family, backgrounds, context. For me, it's sort of about the energy or the landscape of a region. All right, which is all to say my interests are very broad, and when I was invited to Koganecho to do research on the local area, I just sort of wanted to learn everything about everything, which is hard because I don't speak Japanese, and I'm only here for a short time, but I tried my best. All right, so the first group of people I was meeting here and talking with are the artists themselves from the Koganecho residency program, and what they were telling me is that this program here is this really wonderfully supportive ecosystem. They have friends, the staff are really generous and caring and supportive. The studios and apartments are really affordable, and so there's this wonderful bubble that really helps artists have a space to live. The other side of this bubble is that many of the artists I spoke with, particularly the international artists,
seem to be somehow a little bit disconnected from the local area. When I asked them about introductions to local community or local art scenes in this neighborhood that are not part of Koganecho, people didn't know so much. So actually it seems like this bubble that is both supporting the artists within Koganecho is also somehow keeping them separated a little bit from the local. I can talk more about this, but we'll just quickly go through, and then maybe in the Q&A we can talk more. The next type of people I was meeting are the staff of Koganecho. And it's obvious that the mission here is an incredible mission. Supporting artists is always a good thing. Supporting art scenes, I believe, is always a really positive thing. Yamano-san talks about Koganecho Center affecting the neighborhood such that children here are growing up around art, and that being a part of their education and that being a part of their lives, and that is absolutely a really noble and admirable mission. The problem seems to be that it's actually quite difficult to run an art center, and it seems to be a battle uphill every year trying to convince people that this is actually meaningful, trying to find money, trying to sort of continually get support, and it seems like it's just too much work. It seems like people here have a lot of work and are really giving so much of their energy and really fighting and really doing an incredible job, but the amount of effort and the amount of obstacles seems to be never ending. The third group of people I was speaking with were locals, and I realized quickly that there seemed to be a different type of vibe or energy from this side of the river, Koganecho, Hinodacho, and the other side of the river, Wakabacho or Kanai. I'm staying near Kanai, and it seems like somehow I'm at the periphery. If Koganecho Center is the center, I'm at the periphery, and the people I've been talking to are have somehow a little bit disconnected, even if they're just 2 minutes across the river. Many of the people I spoke with were actually only dimly aware that the art center existed, or were almost a little bit indifferent. One of the locals, a cafe owner named Mr. Takaya-san, had a historical perspective which I think is interesting. He said after World War II, this area around Koganecho was abandoned and slowly became like a black market area where people would trade things. One day this was sort of disbanded and buildings were constructed, which then gradually became a red light district, and then one day all of these people were pushed out and the sort of art center was established. So he sees this area as a place that's had a lot of forced changes top down, and that the art center here now is also somehow a forced change that didn't develop organically. And his perspective is that things need time to really have a change and to develop organically, which is also Yamano-san's perspective, that to see the results of Koganecho, we really just need a long time, and for people to get used to this. The last category I want to talk about briefly, and I'm already over my time limit, so I'm going to be very quick, are the local immigrant communities. There's a lot of people from Southeast Asia, South Asia working right around here, and for me, these are actually the most interesting people to speak with, but also the hardest. I have a sense, trying to talk to them, that they're being watched. I've tried to approach people, start conversations, and they do not want to share anything. And so it seems like something that just requires a lot of time and building trust slowly. Fortunately, there's a couple different people, shopkeepers, families that I've begun building some relationship with, including a Thai Chinese family over the river who last week I was invited to their birthday party. And so building some trust, but not asking too many forward questions too quickly. It seems like many of these immigrants are visiting on 3-month visas, working sort of gray zone jobs, whether it's sex work or something else. They don't learn the language, and so they're quite
isolated from the local Japanese community also. And if they stay longer, they have to get visas or marriage certificates, often working with a yakuza. So it's like the immigrant community seems like a bit of a bubble itself, separate from the local Japanese community, hard to interact with, and for me, somehow similar to the Koganecho community of international artists, two little bubbles existing in Yokohama, a city of immigrants and different types of communities. But the important thing seems to be, as ever, just building trust and doing something that is not, unidirectional, but is sort of mutual and mutually supportive. At this birthday party, I brought my camera and I was taking pictures, but then I started giving it around, and some of the other people there were interested in taking pictures. And so for me, this is an interesting type of research where the tool of the researcher sort of leaves my hands and becomes sort of everyone's. And so this is obviously a picture of me. I did not take this. But this for me is the direction that useful research should go and is something very collaborative and interdependent. I'm over my time limit, so please ask me whatever questions during the Q&A. I'll be happy to speak more. じゃまずちょっと三富さんの最後お話の最後のところに、終焉というところにショックを受けたという話があったと思うんですけど、この終焉という言葉自体は僕が今日のシンポジウムのタイトルの中で使わせてもらおうと思った言葉でもあるんですけど、僕の中ではむしろ終焉っていうのはネガティブなイメージって全然なくて、むしろポジティブなイメージとして持っている部分があるんですね。で、なんていうんですか、どうポジティブかといえば、やっぱりその中心と言われるもののやりづらさ、他の参方のお話にもきっとあったことだと思うんですけど、終焉だからこそより自由であったりとか、何かにしがらみがなかったりとか、なんかそういうなんつうんですかね、人の目をそんなに気にしなくていいというか、こうあらねばならないみたいなことはなんかよりそういった束縛とかから自由であって、でなんていうんですかね、よりクリエイティブな動きができるっていうイメージもあったりするんですけど、そこら辺を三富さんはどう考えてらっしゃるかっていうのをお聞きしたいですね。なんて答えればいいのか迷うんですけれども、終焉だからやりやすいかというとそういうわけでもないなというのがファーストインプレッションとしてあるけれども、おそらく中心でやりづらさを感じている人から終焉とおぼしきところを見つめた時に自由にできていると捉えられるであろうって言ったところは想像できるなという。それはどっちにもあるということだと思うんですけど、一応ちょっとじゃあわざと広げていくために、ディアンは一番初めにそもそも中心というものが今必要なのかどうかっていうような問題提起から確か始まったと思うんですけど、そのバンドンという地域は、インドネシアの地理のことをちょっとだけ言えば、ジャカルタっていうのが都市としてあって、でそこから例えば前回のドキュメンタのルアン・ルーパーというコレクティブがドイツの、ドキュメンタのアートディレクションを担ったっていうのがあったりとか、そういういわゆるその中心に対してのバンドンっていう、ちょっと中心ではない地方都市からその意識することっていうのはないのかどうかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、そのジャカルタで今何が起こってるかっていうのを意識して自分自身たちのやり方を考えていくとか、そういったことはあったりするのか。That's a very complicated question, I think, because in terms of index, the initiative where I work at, it's, how can I say, it will be not relevant to have it in Jakarta or in Yogyakarta, for example, the other two cities that are
that are also dominant in the Indonesian art scene. But I think the question about periphery is not about, not about the which one is more centered, depending on how each of us understand what the center is. But it's more like whether our practice is relevant in that place or not. Like for example, if index is in Bandung, for example, there are so many art spaces like gallery, like a gallery format art spaces, but then to be an archiving platform, it would make or put us in a, I don't want to say minority, but more like a, how can I explain? Not as common as the other practices, but also if if the art ecosystem in that city has too many, like for example, like a homogeneous ecosystem, then it wouldn't be, as thought-provoking, I think, So it's not about the periphery as, in a sense that location-wise, but more like a relevance in each localities. I don't know if that makes sense. なんか彼女ディアンが言った言葉にローカルアートエコシステムっていう風な言葉を使ったと思うんですけど、そのローカルアートエコシステムっていうそのローカルって、そのご自身で使っているっていうことはそのなんだろうな、その周辺のアートエコシステムっていうことを言ったと思うんですけど、それがその中心のアートのエコシステムっていうものとどう違うかっていうところもお聞きしたかったんですよね。でも今ちょっと言ってたかもしれないけど、ネットワークを使うとかそういうこう小さいものたちがつながっていくっていうようなことを言ってたと思うんですけど、そこら辺ちょっともう一度お聞きできれば。I think the idea of localities in my practice can be understood as local, as small as the sub district, like a one show, like one sub district, and also can be understood as a Bandung as a city itself. And although when I mentioned about local art ecosystem and its relevance, like index relevance to these localities, it means in a sense that as a city, as a Bandung. And I think I didn't really understand the question about the small scale initiatives though. ディアンにとってはそう小さなもので考えるっていう小さい単位で考えるっていうところが結構重要なところだったりするんですかね。The local art ecosystem is not only not how can I say, the players, the practitioners, they're not only like small scale in terms of like, if you talk about small scale, it can be measured, I think, by, for example, their annual budget, the number of the team that they are, they hired. I know that some spaces in Bandung has, quite a big number of a big amount of people working in that space, and also a large annual budget, like a quite big annual budget. So I don't know if that answers, but yeah, in Bandung itself, it's not only like a small scale, like a artist run, for example. 再び三富さんに戻ってアーツセンター北の試みみたいなところは今のそのディアンが言ってくれた自分たちのところをまず中心に考えるっていうようなことっていうのはあれですかね、アグリーっていうかその通りだなっていうふうに思うって感じですか。そうですね。でその上でどうオリジナリティを出していくかとか、どう他と違うものを作っていくかとか、そういった時に周辺ならではのやり方みたいなことを考えたりはしますか？それが中心か周辺かは全然意識しないんですけれども、差別化しようと思って参照する先っていうのは地理的には周辺の地域、状況が似ている地域っていうことが多いのかなっていう気がします。だから後藤さんのプレゼンテーションとかすごい面白いなと思って聞いていたというのが一つと、
あと、これまた後藤さんのプレゼンを聞きながら思ったのは、やっぱり作家か作家じゃないかっていったところで視点の持ち方が違うのかなと思っていて、やっぱりそのアートマーケットって言っていいのかわからないですけれども、その中心は相変わらず東京にあるっていうところは合意していて、だから私たちが関わる作家がプロジェクト全体を見ると秋田のことだけ考えてるんですけど、作家の今後のキャリアにとってこのプロジェクトがどうなるかっていうのをイメージした時に、中心のアートシーンにも情報は届くっていったところは意識しながら動くかなというふうに思ってます。後藤さんのお話が出たので後藤さんにもちょっとお聞きしたいんですけど、初めの10年間大学卒業してからの10年間なのかな、田舎にこもる自身でこもるっていう選択をして田舎にこもっていたっていうのか、それから仲間ができて、でだんだんその個人というかいろいろなつながりができていって、で今はその家族がいたり仲間があったりっていう状況において、そういう拠点として東北に居続けるっていうことは非常にポジティブというか自分の選択としてそうですね、ネガティブなイメージはもうないような感じがしたんですけど、それはあれですかね、やっぱりもはやそのインターネットとかが発達している中で情報の格差みたいなことがそんなに考えなくてよくなったっていったところで、例えば東京や横浜とかに来ればその生活するだけでもすごくお金がかかるとか場所が取れないとか、そういったことを考えると全然そのご自身の山形で制作を続けて、で何かあれば今回みたいに出てくるぐらいでもう全然こと足りるっていうことですかね。ほとんどもうおっしゃる通りなんですけども、特にやっぱり今回小金町に呼んでいただいて本当に短い滞在の中で、様々な地域あるいは様々な国の人たちと、わずかな時間触れ合っただけでも、本当にその考えが強化されていったというか、本当どこにいても別にいいんだなっていう気持ちにもなったんですけども、でもやっぱりそれは本当に最近のことで、小金町に例えばこうして招聘していただいた、この東北で、地味にやってきて、ほとんど関東圏とかの僕が思う中心というのはやっぱ関東京にあるんですけど、その辺でのプレイヤーにとっては、本当に、目もくれられなかった、目もつけられなかったようなところでやってきたっていう自覚があって、で、それが本当にインターネットのおかげもあるし、あるいはそういう東京とかから別のところに目を向けようっていうそういう多分潮流があって、そのおかげで多分東北に目が向いたっていうこともあるんですけど、それでやっと見つけてくれる人が出てきたっていう、この感じがなければ、いつまでもやはり、ここの状況をポジティブに捉えてはいなかったとも思うんですね。つまりそれはやはり僕の中で、中心と田舎っていうのを、やはりずっと分けてきたからだし、田舎にいる、そしてだったら東京に出てけばいいじゃないかって話もあるんだけど、やっぱり自然とか、で、最初に小川さんがおっしゃった、いろんなことがやりやすい、誰も見てないしどうせっていう、その感じが、僕にはすごく実感としてはあって、展覧会しても誰もどうせ見に来ないし、みたいなので、インターネット上だけでみんな見る。で、その気楽さでどんどんやれたこととか、本当に楽しくて、だからここでしか生まれないもののためにここにいるとも言えるんだけど、そのことをポジティブに捉えられるようになったのは、やっぱりこういう機会をいただけたからっていう、ちょっと、ジレンマというか、逆説的な状況があるっていうふうに言えます。はい。ありがとうございます。ハンターは、ハンターにもちょっとお聞きしたいんですけど、ハンターのその、調査の、フォーカスしているものというかリサーチの対象としてローカルなアーティストっていうのがその
対象としてあるっていうふうにもらった自分で書いてるのかな多分その、CV というか自己紹介の紙にそのローカルのアーティストの実践だったりとか、まずさっきもプレゼンで言ってくれたんですけどローカルな、渋谷のローカルな移民の人たちとかそういうローカリティっていうものにこだわっている部分っていうのの、なぜそれにこだわるのかっていうところと またそこでこだわることで見えてくるそのなんていうんですか特別なものなぜローカルであるっていうことがこうすごく重要なのかっていうところをお聞きしたいんですけど。Thank you. For me, what's important is actually meeting people face to face and talking to them, and then having personal introductions from one person to another, and having that type of direct human relationship. So it tends to be that people know other people who are near them, and so you meet enough people through personal introductions. You get to know a local community. But for me, it's not starting from an idea of I'm looking to, research a local community. It's really the idea of just I want to meet people and then I want them to introduce me to other people. And so I would say it's more personal and direct than out of some notion about community. じゃあ特にじゃあ、日本語で言うとメジャーとマイナーっていう言葉があると思うんだけど、別にマイナーにこだわって調査をしているってことではないってことなんですかね。For me, what's most interesting is if the majority and the minority are shown together on equal footing. I think there's a great danger in self-ghettoization, where if you only look at the majority, or even focusing on the minority, but only looking at the minority reinforces a certain divide. So for me, what's important is trying to show different types, different worlds next to each other. Can I actually add one other thing, which is I think, regarding the topic of periphery and center, I have a little bit of an interesting relationship. I'm from the countryside in the US. I was homeschooled, which means I didn't go to regular school. So in some ways, I've always felt a little bit at the periphery, even in American culture. But I'm also, I'm white, I'm male, I'm heterosexual. I come from a comfortable family. And growing up in the world, I also feel like I'm always at the center. So these notions of periphery and center are a little bit confused for me. And I don't really feel like I exist in one or the other, or even really know what they mean. そろそろまとめないといけなくなってきてるんですけど、なんか実はこの終焉の進め方っていうタイトル自体が僕としてはこの誰も知らないアーティストっていうところと実はかけてたっていうか、そもそも誰も知らないアーティストってパッと聞くと全然有名じゃないアーティストって聞こえちゃう危険性がある言葉ですけど、実際問題このチラシ読んでもらえると分かるんですけど、誰も知らない有名じゃないアーティストっていう言葉のタイトルじゃないんですよ。そもそもアーティストとは何かっていうことを考える。アーティストっていう存在はそもそもみんな知ってるのかなっていうような問いかけでもあるような話で、今回のこの終焉の進め方っていうのもそもそも終焉とは何かってことをこのやり取りの中で浮かび上がらせれたらいいなと思って言ってて、だからその田舎のやり方っていう言葉をやろうとしたんじゃなかった。でその聞こえ方としては田舎のやり方っていう風にまずは聞こえてしまうけど、こういうシンポジウムをやることでじゃあそもそも終焉とは何かっていうことを浮かび上がらせたかったんですよね。はい、じゃあそろそろあれなんですけど、ぜひ会場からも質問なり Zoom とかでも質問があればあれなんですけど、どうですかね。はい、どうぞ。いや今日の終焉っていう中心っていうテーマでいろいろこう刺激的な時間をいただいてありがとうございました。でさっき後藤さんの話で割とその終焉、もし仮に終焉にいるとした時に好きにやれるっていう感覚はすごく分かる気がしまして、で僕は普段横浜には住んでるんですけど、それアジアとかいろんなところに行くと全然多分その西洋の中心のマーケットからずれたところに行く時、
すごいもうこうなんか盛り上がるんですよね。なんかフィリピンも三富さんがいらっしゃってちょっと時期ずれて行ってたんですけど、めちゃめちゃ楽しかったのはなんでだろうって今日ちょっとヒントをいただいた気がして、誰にもこうなんかすれっからしの批評家とかに何も言われないでなんか好きにこうやれるっていうのがなんかよかったし、そういう意味ではアーティストのこうエゴかもしれないですけど、中心終焉っていうのをある意味こう行き来できるっていうことは可能かなと思うので、そういう意味ではアーティストにとっては終焉と呼ばれる場所、その本人が思えばですけど大事で、さっきのハンターさんのバブルの話も面白かったんですけど、でも例えば小金町にいるアーティストもいろんなタイプの人がいて、で結構バブルにこううまくこもったりこう外に出たりも多分アーティストやってるんじゃないかと思って、なんかそういうことが行き来できるっていうのは、一つ特権なのかもしれないですけど、でもその面白さを感じました。はい、じゃあ時間がそろそろなんですけど、せっかくなんで最後ゲストの方々に一言ずつもらって終われればと思うんですけど、じゃあハンターから。Yeah, just in response to your comment about bubbles, I certainly do think that artists are people who move between bubbles. I think the danger, though, is not realizing you're in a bubble and then not being able to move outside of it. I was very surprised traveling around Southeast Asia or different art scenes and realizing generally how political they can be. You have groups of people that really like each other and are together, and then you have another group that maybe really dislikes the artists. And so I think of artists as very free-spirited people who move around and traverse different worlds, but inevitably politics always gets involved, and just to be careful of this and to be self-reflective about what groups or tribes or cliques that we fall into. ありがとうございます。じゃあディアンも何か一言コメントいただければ。Thank you for today's session. It's been very inspiring also for me. I think from me, it's the importance is no matter where we are living, like whether we are in the periphery or in the center. I personally believe that to have a constructive and productive ecosystem is the most important, and to support each other, whether we are an individual artist or practitioners or as an organization, because working in the art and cultural field is already hard. So it's a very collective work, I believe. So yeah, thank you. 今日は本当にありがとうございます。かなり私にとって実り多い機会となりました。私の問題意識っていうのが、やはり長年、ある種の地方、今、つまり田舎に住むことの劣等感みたいなものを抱えて長らく生きてきて、最近になってそれがほぐれてきたっていう話をしましたが、やはりそれがベースにある身としては、こうした本当に国際的な場に、いろんな人の意見を聞くことで、いかにそういうことが、なんていうんですかね、囚われてしまうことも危険だし、また本当に視野が広がったし、で、一方で、また僕がこういう体験をすることが、今住んでる本当にちっちゃい田舎の町の人にとっても良い影響が与えられる、そういう、きっかけを作ることもできると思うので、なので、私自身がそういう存在になっていくっていうことを、今後、頑張っていきたいな、なんていうふうに、ちょっと思った回でした。今日はありがとうございます。ありがとうございます。三富さん。はい、私もその終焉と言われて傷ついたとか言いながらですね、そのスタンスが自分が卑屈になっているのか、はたまたフェアであるのかっていうのはちょっとどっちかわからないなと思いながら言っていたなというふうに振り返っているのと、今日皆さんのお話を聞いて、やっぱり自分がどの立ち位置で物事を見るか、何に向き合っているかで自分が終焉なのか中心なのかっていうのが定義されて、それはずっと変化していく、揺らいでいくのかなというふうに思ったので、そこを意識しながら今後、いろんなことに向き合っていきたいなと思います。ありがとうございます。
完璧にまとめてくれたから僕はもう何も言うことはないんですけど、一応これで終わるんですけど、展覧会自体は7時までやっていますので、ぜひ皆さんまだ見てない方はご覧になってください。今日は長い間ありがとうございました。最後、あともう一人ゲストの4方にぜひ拍手と、あと今日ずっと通訳やっていただいた野本さんにもぜひ拍手をお願いします。ありがとうございました。そう、三富さん